こんにちは、ゆかです。今日は過去の私はね、何でも白黒つけたかったんだけれども、グレーがあったっていいんじゃないかってね、確信するに至ったことについてね、話させてください。過去の私はね、本当に白黒つけてきた。竹を割った性格って言うんだったらまさに私のことだったし、みんなにはっきりものを言うし、自分の意見っていうのは持ってるし、黒なのか白なのか、どちらかはっきりしないものに対しては動かないぐらい、あの人は、融通が効かないって思われてたと思う。なんだけどね、今はね、全部ありのままでいいなって思ってるんですね。それが楽だからっていうのももちろんあるけれど、でもね、それ以上に白黒つけられるものなんてむしろ少なくて、ほとんどが白と黒両方の面を持ってて、グレーの面もあってっていうふうに思ってます。それね、人生の中でいろんなきっかけがあって、そういうふうに思うに至ったんだけれども、私はね、自分と両親との関係で特に実感するようになったんですよね。何度もね、お話ししてるんだけれど、私、物心ついた時には虐待されてたんですよね。で、それがかなり大きくなるまで続いていた。で、私にとっては、両親との関係っていうのはすごく悩ましいものだったんですよね。私の中で、こういうふうに愛されたいっていうのがあったっていうこと以上にね、親は子供に対してこうあるべきだっていうのがあったから。そのべき論で言うとね、私の判断基準ではね、私の両親は全てその逆のことをやってるように思えてしまっていたんですよね。だから白黒つけた時に完全にアウトだった。そう。その人間としてアウトだと思ってたんですよね。でももちろんね、私も大きくなってきてね、ちょっといろいろな経験をすることによって、世界の見え方、人との付き合い方、自分との付き合い方だとか、自分が自分をどういう人間だって認識するかだとかね、そういうところが変わってくるわけですよね。で、その最後の自分が自分っていう人間をどう認識するかっていうところをね、どんどん年齢を重ねてっていうか大きくなってきてね、考えるようになってきた時に、つくづく悟ったのは、私はもともと白黒はっきりさせたい性格だから、自分のこうあるべきっていうね、理想に向かって生きようと思ってたわけですよ、ずっとずっと。で、自分の中の理想像っていうのを果てしなく追求していくんだと周りの人も思ってた。だから、自分の中で答えができらないものって、なかったんですよね。頭の中でこねくり回してでも、白か黒か決めてたから。そう。なんだけど、ちょっと大きくなってきて分かったのが、誰も、もちろん前も分かってたけど、つくづく分かったのが人間って誰も完璧じゃないっていうこと。で、小さい頃の私が、私への
扱い、両親の私への扱いに戸惑ってた理由って、私の中にある大人像っていうのが子供より優れてるもので、子供よりもっといろんな世界を見ているっていうふうに、無意識のうちに思ってたんだろうなって思います。だから、どうして大人なのに子供に対してこういうふうな物言い、行動があるんだろう。どうして親なのにこういうふうなことをしてくるんだろうみたいなね。で、そこのところでね、ずっと悩んだけれど、だんだんね、自分が大きくなってくると悟るんですよね。常に何歳になっても、どれだけ自分が目指してきたものだとかを、環境だとかを手に入れても、自分は常に発展途上だと。私だけかもしれないけれども、人間の欲は尽きることがないと。いい意味で。もっともっとより良い人間になりたいと思うし、もっともっといいものが欲しい、いい生活をしたいって、このね、もっといい人間になりたいだとか、発展したいだとか、知識欲だとかね、ありとあらゆる見える世界が広がれば広がるほど、ますます自分が完璧ではないことを実感するっていうのかな。もともと人間は完璧なものではないけれども、ますます生きたい世界っていうのが見えるし、なりたい人間像っていうのもどんどん上がってくるから、常に学んでいる最中、常に発展途上なわけですよね。私たち人間って。そうしたときに、私の両親もそうなんだなってある時気づいたんですよ。私の両親は自分たちがその時々できる最大限のことね、その能力は人それぞれ差があるだろうけれども、彼らは自分たちができる最大のことをその時々にやっていたんだろうと。で、それが時と場合により誰かを傷つけることになってたかもしれないけれども、人間として発展していきたいっていう欲はやっぱりあったんだろうと私は信じてる。みんな持ってるだろうと信じてるからね。だからそのね、ことに気づいたときに、虐待はね、白か黒かで言ったら黒って言うかもしれないけれども、そのグレーさに気づいたんですよね。うん。で、そこのところに気づき始めたときに、やっぱり両親を両親として見てたんですよ。それまでね、私はね。なんだけれども、私の父親だとか、私の母親っていうふうに見るのをやめましたね。人間として見るようになりました。そしたらものすごく楽になった。人間は完璧でないのは当たり前だし、どんな風に外には見えていても、常に発展したい、常に成長したい、常に上に行きたい、先に行きたいっていう欲望を持っている生き物だ。で、みんな発展途上なんだ。自分も含めて不完全で発展途上なんだ。で、発展途上だから、その先へ、もっといい先へ行こうとしている、そういう素晴らしさ、そういう可能性を秘めているものなんだっていうふうにね、思えるようになった。で、まあね、その、両親をね、許したりだとか、
その虐待っていうのはね、人によってはね、人生をずっとあの、経験だとか感情を引きずってね、ずっとずっと人生に影響を与え続けさせてしまう人っていうのもいるけれども、私はね、そこのところはもう一切ない。なんなら私にとってはプラスになってる。もうね、転んでもただじゃ起きないからね。そうそう。でもまあまあね、冗談はさておき、私にとってはプラスになってるんですよね。自分にプラスにした。で、そのことはね、今は話さないけれども、話がちょっとずれちゃうのね。だから話さないけど、この、何でも白黒つけなくていいっていうの。一番このね、コントラストが取りやすかったので、この両親との関係についてね、例に出したんだけど、なんかね、ありとあらゆることで白黒つける人っていると思います。これを見てくれてる人もね、白黒つける性格かもしれないね。で、はっきりと、はっきりとしてる人を何でもはっきり言う人っていうのが白黒つけてるわけではないと思っていて、その価値観の問題ね。私は全てにグレーがあると思ってる。今でもはっきりした物言いしてるし、だからそこのところはまたちょっと違うんだけど、ただね、あの、そういうことって、やっぱり気づいた今の方が私はすごく生きやすくなっていて、よくよく考えるとね、世の中のすべてが白黒つけられるものじゃないよっていうのにね、私はね、ずっと気づくチャンスを与えられていたのに気づかなかったんだよな。30代の辺まで来るまでずっと全部に白黒つけて生きてきた。すごく律儀に全てに白黒つけて生きてきた。30代ぐらいまで。30、なんだろう、30中ぐらいとかかな。30中ぐらいまでかな。でもね、白黒つけない生き方の方が私にとっては楽。だから、当時のね、私のように何でも白黒つけようと思って頑張ってる人がいたら、ちょっと一歩下がって、世の中を、人を、物事を、自分を見てみてほしいなって思います。やっぱり人間とか動物とか自然とかね、地球とか、この科学だとか技術の発展とかのありとあらゆるものがね、常に先へ先へ、よりいい場所へ、上の世界へって動いていってると私は信じてる。だから常に全てのありとあらゆる存在しているものが変わっていってる。全てが発展途上なんだって思った時に、白黒つけてしまうことで、発展を止めてしまうことにもなりかねないと思う。で、人間って自分の想像できない世界に物事を持っていくことはできないし、想像できなければ研究も止まっちゃうでしょ。で、答えが出てしまったら、それ以上問題を解く必要もなくなっちゃうでしょ。だから、白黒つけた時に動きが止まってしまうことっていっぱいあるんですよね。でも、白黒つけないで、その時々白も出て黒も出てグレーにもなってっていうね、そのありのままのもの、人、こととしていろんなものを捉え始めた時に、やっと私たちの生きてる世界、私たちを取り巻く世界が一斉に動き出すのかな、出せるのかなって、動き出すきっかけになるのかなって
思っています。ちょっとね、わかりにくい話だったかもしれない。でも、届く必要のある人には届いているはず。もし、今私の伝えようと思ったメッセージ、少しでも心に入ってきた、頭に入ってきたっていう人は、いいねってしてください。それとチャンネル登録をしてくれたらとっても嬉しいです。あとコメントも、もしね、どんなご意見でもあったらしていただけると、すごく喜ぶと思います。はい。今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあね。